邪魔します。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。納品に来させていただきました。ありがとうございます。ちょっと小さかったりの。全体のバランスを見ながらそうですね調整してっていう。こんにちは、スプリットオーバージャパンのあやかです。本日は京都五条坂で夜桜を描く陶芸家さんを訪ねました。今回お話を伺うのは和田加工材の和田学さんです。儚く美しい夜桜の風景が器の中に丁寧に描かれています。ぜひ最後までご覧ください。置いていくイメージでゆっくり。絵の具自体がぷっくりしやすい。そうですね。めっちゃ立体的。ちょっと動きがあって、大きさですもんね。これぐらい大きかったりちょっと小さかったりの。一気に華やかになりました。京都の東山五条坂で陶器の職人をしております和田学と申します。窯名は加工山窯になります。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。和田様が営まれている窯元の歴史について教えていただいてもいいですか？うちの父親で4代目になりまして、この場所でしだしたのは、昭和の初期になります。もともと小さい頃から絵を描くのが好きで、うちのお家が陶器の仕事をしているというのがあって、身近に器を作ってるのをよく見ていたので、自然とこの仕事をしたいなと思って、もう高校を卒業してすぐに始めました。はい。普段は京都の料亭向けの器も制作されているそうですが、一般のお客さん向けの作品との違いはありますか？やはり料亭になるとお料理人の方が作りたい器によって、例えば形だったり絵柄だったりをニーズに合わせて作るので、木平べったい形だったり、もうすごい高さの細い器だったりをお料理人さんは作ってほしいと言われることがあるんで、すごい見たことのない器を作ることがあるんですけど。でも完全オーダーメイドでされてるっていう感じですか？そうですね、はい。デザインとかは、料亭の方でご相談打ち合わせして、打ち合わせして、あ、そうなんですね。ありがとうございます。この作品を夜桜にしようと思ったきっかけを教えていただいてもいいですか？すごい夜桜で昼の桜と違って幻想的なイメージがあって、僕はその時器の中にこの夜桜を表現できたらいいなとずっと思っていました。じゃあ今からどこに行かれるんですか？今からすぐ近くの東宝堂さんっていう陶器の本屋さんに行ってきます。器を収められるんですか？やっと焼き上がってまだ熱い。あ、まだ熱いまま。そうなんです。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。納品に来させていただきました。ありがとうございます。
東光田さんのお店の歴史やどのようなお店なのか教えていただいてもいいですか？はい、でこの場所で始めたのが大正7年という記録が残ってますので、今どのぐらいですかね、102年とか3年とかぐらいですかね。すごいですね。商売させていただいてるっていう感じです。まあでも京都ですとね、300年400年続いてるお店もたくさんあるので、そんなに長い方だとは思ってないですけれども、皆さんにお世話になってますっていう感じですね。はい、ありがとうございます。和田さんの作品を初めて見た時はどのようなそうですね、気持ち和田さんの焼き物っていうのはやっぱりベースはクラシックな、何百年も前から続いてる伝統を守った技法であったりデザインとかを、はい、うまく活用して作ってくださっているので、古い感じだけど新しいみたいな焼き物が多いような。で京都特にお料理店さんがたくさんあるんですけど、昔ながらの長くお商売されてるところとかも多いので、昔からお手持ちの器と合わせた時に違和感のない、器でないと、その新しく取り入れた器だけがインパクトが強くても意味がないので、他の器と、調和できるような器っていうのが一番喜ばれるっていうような気はします。でそういう意味では、デザインだったり、技法だったりとかっていうのは昔の尾形乾山さんのデザインをうまく流用して作ってくださってるので、古い器とか合わせて使っても違和感なく使っていただけるんじゃないかなっていう印象ですね。ありがとうございます。どんな基準で作家さんとかこういう作品とかは選ばれてるんですか？やっぱり、お料理店さんの方のリクエストが多いので、はい、お料理を載せたところが想像できる器みたいなのをなるべく我々も心がけてご提案できるようなイメージはしてます。なので器だけかっこいいなとかだけじゃなくて、この器にこんなお料理載せたらこんな感じでうまくそのお料理が乗って初めて完成するっていうのかな、そういう感じに見えるとすごくかっこいいみたいなイメージは常に持ってます。なので器だけ強くアピールするっていうよりは、その器を見ただけでお料理の、匂いがしてきそうな感じの器を心がけています。ありがとうございます。京都という土地で器を扱うことにどのような魅力を感じていますか？そうですね、器って一言で言ってもやっぱり、日本だったり世界だったりでいろんなところで、いろんな名産と言われる焼き物がある中で、やっぱり京都は、数百年歴史があって偉大な名工と呼ばれる作者さんの方が以前にもたくさんおられて、伝統を受け継ぎながら現代に続けて焼き物を作り続けてくださっているので、昨日今日出来上がったものではないと思いますし、そういった品物を扱わせていただくっていうのは感謝っていう感じですかね。素敵です。ありがとうございます。手仕事だからこそ生み出せる価値とは何だと思われますか？お客さんの喜んだ顔を見ながら作るのが人の手仕事でしかできないことだと思うので、そういうところが手仕事の魅力だなと思います。今後陶芸の業界がどのように変化してほしいですか？この業界がすごく元気ないとかいうのをよく聞くんですけど、そんなことはなくてすごく夢を持っていっぱい入ってきてるんで、いろんな人と
コミュニケーション取りながら楽しい業界だよというのを実感してるんで、それを皆さんにも広めていきたいと思っています。はい、和の心とは誰もが持ち合わせている平和をもたらすものだと思います。和の心とは特別なものではなくて、相手を思いやったりすること、誰もが本来持っている人と人をつなぐ心だと思います。周りの人に支えられていることを常に忘れず、感謝の気持ちを持って接することが和の心だと思います。